今見ていただいたように水がきれいになる浄水器、こちらのお話となっております。今回は日本一大きい湖、琵琶湖に来ております。琵琶湖でもどちらかというと奥琵琶湖という風になりまして、割とのどかな雰囲気の場所になっておりまして、水も割ときれいなのかなとは思うんですけどね。そちらの方で先ほど見ていただいた商品のご紹介をしたいと思いますけども、いつも私ポタ電で災害に備えようとかっていつも言ってますけども、あれはあれでライフラインとして必要なものなんですけども、人間生きていく上で水っていうのはどうしても必要なものでございます。人間の体 50% 以上は水でできております。水がないとね、もう3日4日ぐらいでもしかすると死亡してしまうとか、そういったレベルになっております。逆言うと、水だけで食べ物を食べずに飲むことによって3週間とか生き延びられるっていうことのデータもあるそうです。これは諸説ありますけどもね。それぐらい水って重要なんですけども、災害が起こってしまうとどうしても上水道が破壊されて水が出ないとか、たとえその地震があったとして、それで自衛隊さんがね、給水活動とかしていただいたとしても、もしかするとね、地域によっては3日ぐらい何も来ないとか、そういったことで自分の力でなんとか助からなければいけないっていうこともあります。ただね、こういうね、まだ自然豊かなところのこの山の上とかにね、もしかしたらそういう湧き水とかなんかあるんならね、それで飲んでしのげるかなっても思いはしますけども、それでもあまりよろしくない。最近の水だとね、大腸菌とかいろいろ入ってるみたいなんでね、おいそれとそれを飲めるかって言ったらちょっと不安なところがあります。で、今回はこちらの琵琶湖の水を水がめとしてね、これをね、飲んでみていけるかっていう実証実験というか、まず大丈夫なんですけどね。ただ、いくらこう澄んだ水とはいえ、これをね、コップ入れてさ、飲むかって言ったら、飲まないと思うんですよ。必死になってね、本当にもう水がなくて仕方ないっていう時にね、飲む場合もあるかもしれんけど、でもそれはリスクがあるわけなんですね。なので、災害の備えとして、備蓄しなくても、その辺の川の水があれば、飲料水で生きていけるっていう話をしたいと思っております。で、今回ご紹介するのはこちらグリーン車の電動携帯浄水器となっております。で、多機能型になっておりまして、こちらね、浄水もできて、電動なんですけども、ソーラーで充電もできます。懐中電灯もあります。充電なくなったら手回し充電ができます。はい。そしてバッテリーも入ってますんで、こちらタイプ C の端子があります。充電の端子でもありますけど、ここから出力して、スマホの充電とかもできますというね、一応パワーバンクにもなるって感じですね。で、実はまだこれ私試してございません。今日がファーストインプレッションなんで、若干の不安というかそんなもんあるんですよね。いくらこんななんぼ綺麗なね、水だってね、清らかな水とはいえさ、これをコップに入れて飲むかって言ったら絶対しないじゃないですか、皆さんね。その中でこれがなんでこれを使えば飲めるかっていうことを説明させていただきます。まずメリットとしてはこちらね、備蓄しなくていいってことですよね。どうしても備蓄となると、僕の家族やったら、例えばね、大人4人じゃないですか。3日分ぐらいかな。それぐらいは備蓄しておいた方がいいっていうのかな。そういった感じですけど、それを貯めとくって結構大変やと思うんですよ、実際。ですけど、こちらがあることによって、どこでもね、川の水とかでもね、清らかそこそこね、濁ってないのを選んでいただきたいんですけども、回数もダメですよ、もちろん。そういう水源があれば、例えば雨水とかそういったものでもこれを使ってろ過して飲むことができるんです。なかなかこういうアイテムを知らないと思うんですけども、そういった意味でちょっとうさんくさいなと思う時もあるかもしれないんですけど、実はこの携帯浄水器としてはすごく売れている商品でございます。そして客観的な評価として防災安全協会による防災認定を受けている商品でもありますので、その辺でも安心ができます。そして水をろ過するシステムとしては5段階浄水システムを採用しておりまして、基本的には中空皮膜を使ったフィルターが主となっております。5段階浄水システムとは、大腸菌やコレラ菌などの細菌などを除去率 99.9999999% 除去するというすごいフィルターなんですね。最終的にはミネラルの残った綺麗な水が出てくるというわけになっております。論より証拠で飲んでみたいと思います。本当に今日初使用です。この透明なパイプが綺麗な水が出てくる方ですね。ここから出てきます。ここ差し込みましょう。で、黒いパイプが取水用ですね。で、こちらにもフィルターがありまして、これもね、中空皮膜の、これだけでも結構汚れが取れるというか、綺麗になるとは思うんですけども、あくまでもこれプレフィルターみたいなものですので、ここがメインでございます。実際のフィルターはこれになりますね。これ水洗いだけちょっとしたんですけども、この中に入っております。で、今回これ電動モデルですので、簡単に水が出てきます。じゃあこれオリジナルの水汲んでみますね。見た目は綺麗だわね。でもこれを飲めるかって言ったら飲むか。
いや、飲まんよな。絶対飲まねえよ。もう嫌だよ。まあ、とりあえずこれをね、取水をこの辺に置きます。そしたらこれ、浮くんですわ、これ。うまいこと。電源ここ押します。ポチッと。そうすると、まあこうやって出てくるわけですよ。ちょっとしばらくね、これ、1分か2分ぐらい出しておくんですけど、出る量多いですね。で、今回はこうやって綺麗な濁りのない水を使っております。で、濁りのない水でしたら水道水レベルになりますけども、1000リッターまで浄水できます。で、1回使ったら6ヶ月以内で、フィルター交換となっております。クリップがありました。これをつけておくと作ることができます。ここから吸い込んで、ここから出てくるという感じです。じゃあこれ今汲んだ水です。なんか、ちゃんと、ごまかしてないよ。ごまかしてないよ。ちょっと一旦汲みますね。いい音だ。まあ当然のごとく綺麗ですよね。もう一回ちょっとこっちも汲んでみましょうか。まあ奥琵琶湖ね、綺麗なんでね、まあこれ見た目ではまあわからんですね。なみなみと。琵琶湖の水でございます。これを飲むんだぞ、おい。ちょっと、分かっちゃいるけど結構怖いもんがありますよね。匂いは全然なし。ちょうど暑いんでちょうどいいかな。じゃあ、琵琶湖の水、飲んでみた。普通です。まあ別に水が美味しくなるとかこんなんじゃないんですけど、実際ね、この中身のその細菌があるかどうのこうのだったら僕は分かりませんけども、そのデータに基づけば、そのような大腸菌やらそういった病原菌、汚れとかそういったものが消え去った上で、こうやって飲める水となって、こうやって出てきております。ですから、こうやって私、ちょっと一気飲みする？って感じでね、簡単に浄水ができちゃうわけでございます。災害が起こってね、もうえらいこっちゃもう水がなくても給水車も来ない、そんな状況下で、でも水はないと人って死んじゃいます。そんな中でね、身の回り見れば、この琵琶湖は別としてこのような水がめがあるわけですよ。池もあれば、流れてる川もあります。で、そんな中でこうやって浄水器を使うことで、こういう飲める命の水が作れるっていうのは素晴らしいことだと思います。はい、じゃあおにぎりさん、女子のおにぎりさんにちょっと実際やってもらいましょう。まあいいでしょう。顔はモザイク入れさせてもらいます。はい。一口でいいよ、別に。水だわ。水だそうです。そしてこちら電動で動いておりますので、電気がないと動きません。最悪この中の電池が全くない状態で30分から1時間ぐらいこうやって火に照らしておけば 500ml ぐらいのその水ができる電気量は蓄えられるそうです。で、電池がすっからかんの時にこのハンドルを5分から10分ぐらいこうやって回していれば 500ml のその水が作る能力の電気が蓄えられるそうです。で、こちらはソーラーパネルとかこういう手回し発電とかついている高機能モデルなんですね。ですからちょっとお値段もね、ちょっと高めにはなってるんですけども、単純に浄水を特化したもので良ければっていうんでしたら、もっと低い値段の商品もございますので、そちらの方も見といてください。さらに携帯型な浄水器がございます。これがですね、先ほど使ったフィルターよりはちょっとグレードはダウンするんですけども、ただこれでもこちらの水は飲めるそうです。蓋開けるとこのように飲み口があって、ここを開けるとここから吸い口ですね、ありますね。極端な使い方ですけども、こういうこともできます。蓋開けて飲み口開けてっていう風に飲めるんですわ。今口含んだって意味で今出しましたけども、今飲みましたよっていうこともできます。で、ちょっと直接飲むのもね、めんどくさいというかちょっとやりにくいんで、まずこのペットボトルにで、この水を汲んだこのペットボトルね、この後ろなんとはまるんですよ。こうやってできるんですよ。だからこの状態で飲むこともできます。で、なおかつこれで浄水作ることもできます。こういう方法もございますんで、これ簡単ですし、これ持ち運びができます。だから山登りとかでね、本当になんか緊急用で飲料水が欲しいとか、そういう時になった時にこれ持ち歩いてるととても助かると思いますんで、こちらもお勧めしますけども、先ほど言った通り、フィルター構造がね、ちょっとこちら3層構造になってます。気持ち的な問題ですけども、綺麗な水の気持ち的に飲みたいなってんでしたら、先ほどの商品をお勧めいたします。
まあ十分これでも綺麗になりますよ。はい、こうやってねコップに注ぐこともできます。でこれを飲むこともできます。はい、そういったわけで水がなくなるとねどうしても人って、まあ生存の確率が減っていきますんで、その意味でもこういう備蓄としてね持っていただくといいと思いますんで、ぜひぜひ概要欄にリンク貼ってありますんで、ちなみに今回こちら買ってもらったら私リベートきますんで、ぜひぜひ概要欄から買ってください。お願いします。そして登録者10万人達成を早期に実現させたいと思っておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして今回の感想などコメントへ一言入れていただくとすごく助かります。ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。